元の世界への帰り方がわかるまで、島の開拓を手伝うことになったもずく。島を開拓するには、島民たちの協力が必要になるため、集会所を作った。しかし、これだけでは島は豊かにはならない。そこで、宿を作ることにより、島の魅力が伝わることで、外から移住してきてくれるのではないか、という話し合いになった。果たして、今回はどんな開拓物語になるのだろうか。こんにちは、もずくです。今回は島の開拓会議で入り口の右側に温泉宿を作ることになりました。島の外からお客さんを呼んで、あわよくば移住してきてくれないかなっていう考えです。それでは早速作っていきます。どうぞ。ではまずは前回作った場所から今回作る場所まで移動します。この場所は案内所が近くて砂浜も近くにある場所になってます。で、今回は温泉宿を作るんですけど、いつも通り絵に描いてみたので、だいたいこんな感じで作っていこうかなと思います。では早速島繰りを始めていくんですけど、近くに砂浜があるということで、今回作るエリアもすべて砂浜にしてしまいます。だいたい縦19マス、横14マスくらいで敷いておきました。では次は絵でも描いた通り、手前側に崖を作っていきます。この崖は後ろに作るエリアを見渡す場所にもなるんですけど、さっき敷いた砂浜と草地の境目をなじませる役割もあります。で、手前側だけじゃなくて右側の境目もなじませたいので、右側だけ奥にも崖を伸ばしておきます。はい、崖の上から見るとこんな感じになりました。どうでしょうか。崖を作ったことで砂浜と草地の境目が見えなくなったかなと思います。ではこれでカメラを開く場所が決まったので、まずは背景から作っていきます。今回は温泉宿なので、サブ住民のお家を2軒使って作っていこうかなと思っているんですけど、その2軒をつながっているように見せたいので、西部の街並みを使って2軒のお家の後ろにある渡り廊下のようにしていきます。手前から見るとこんな感じです。見えなさすぎず圧迫感も感じない位置に配置できたかなと思います。では奥に置いた西部の街並みまで砂浜を敷いて、そのまま2階建てにしてしまおうかなと思うので、後ろに崖を足します。はい、そうすると案内所が見えなくなっちゃうんじゃないのって思うかもなんですけど、安心してください。ちゃんと崖上から案内所が見渡せます。一応案内所前はまだ決まってないので、また今度作ろうかなと思ってます。はい、では2階に西部の街並みを置く前に木の板を敷いて、なるべく草地が見えないようにしておきました。ではどんどん西部の街並みを置いていきます。で、空いた角を埋めるためにあんどんを置いて宿っぽくしておきます。で、一部分だけ屋上を作りたいなと思うので、2マス分の崖を作って木の板とはしごをかけておきました。で、建物はなるべく立体的にしたいので、後ろ側にも西部の街並みを置いていきます。
はい、手前側から見るとこんな感じです。では今作った西部の街並みの前に2軒の建物を移設します。はい、こんな感じで少しずらして配置しておきました。屋根も集会所と違って瓦にすることで少し豪華な感じにしています。では次は温泉宿の入り口を作っていきます。まず前回作っておいた崖を少し壊して押し子の塔と押し子の門を配置しておきます。で、なるべく世界観を守るために入り口から案内所が見えないようにしたいので3段目の崖を増やして、前回と同じく階段段差を置いて3段目に登れるような感じにしておきます。で、次は集会所から温泉宿の入り口まで道を伸ばしておきます。はい、だんだんと背景が埋まってきました。では次は木を植えていきます。この温泉宿のテーマが森の中にある温泉宿なので、木は針葉樹を使います。で、なるべく右側の草地と砂浜の境目と左側のエリアが見えないようにしたいので、左右を隠すように木を植えていきます。で、今回は針葉樹だけじゃなくて家具のバオバブも使います。はい、全体はこんな感じです。どうでしょうか。森の中にありそうな宿になってきたかなと思います。では次は道を作っていきます。地面に砂浜を敷いたこともあって、なるべく自然な道を作りたいなと思うので、石畳の前デザインを使って道を作っていきます。なんかイメージ的には今はほとんど舗装されてなくて、江戸時代ぐらいの温泉宿っていう感じがすると思うんですけど、この何百年後とかまで続いてて、その時代にはちゃんと道も舗装されて有名な観光地として続いているみたいなイメージで作ってます。で、右側の砂浜にも出られるようにしておきたいので、崖を少し削っておきます。で、あともう少しだけ舗装されていない感じにしたいので、砂浜の上に小石の前デザインを敷いておきます。はい、手前から見るとこんな感じになりました。まだ木を植えて前デザインを敷いて建物を建てただけなんですけど、だいぶ雰囲気が出てきたかなと思います。ではここから飾り付けをしていきます。まず奥の建物の前に柵を立てて、道沿いに丸太の杭を置いていきます。で、他にも家具を置きたいので少し道を修正しておきます。次は左側のエリアのつなぎ目に西部の街並みを置いてなじませるのと、奥に動物たちが入り込まないようにしておきます。全体はこんな感じです。では温泉宿なので次は温泉家具を置いて、空いているところは石と雑草に見立てた麦畑を置いて埋めていきます。はい、手前から見るとこんな感じになりました。温泉を置いたことでちゃんと温泉宿っぽく見えるようになったかなと思います。で、あとは
もう少し森っぽく見せたいなと思うので、画面右上ら辺にもう少し木が見えるようにしておきたいので、崖を作って木を植えていきます。で、木の間には麦畑を置いて、全く整備されていない感じにしておきます。はい、こんな感じになりました。どうでしょうか。右上の崖上に木を植えたことで、もっと森っぽく見えるようになったかなと思います。ではこれで崖から見える景色は完成したので、次は手前の崖上を飾っていきます。まず温泉宿エリアと手前の砂浜に降りられるようにしたいので、はしごをかけます。で、今のところ手前の崖上が殺風景なので、奥に見える景色を隠さない程度に崖を作って木も植えておきます。はい、こんな感じになりました。で、手前側の崖はさっき右奥に作った崖と同じく全く整備されていない感じにしておきたいので、雑草っぽく見える緑の菊を植えて、隙間に雑草も植えておきました。で、今のままでもいいんですけど、もう少し整備されていない感じにしたいので、崖のすぐ下に置いてある家具を隠さない位置に麦畑を置いて、これで今回のエリアは完成です。いかがでしたでしょうか。今回は森の中の温泉宿を作ってみました。今まで作ってきた島のテーマだと、住宅街とかカフェエリアとか雰囲気や使う家具は変えはするけど、違うテーマでも被るエリアを作ることが多かったので、温泉という今までは作ってこなかったエリアが作れて、かなり新鮮で楽しいです。今後も今まで作ってこなかったエリアをお見せできるかなと思うので、ぜひまた見ていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。